はい、というわけで今日はですね、なんとスペシャルな方と待ち合わせをしております。ワクワク。はい、というわけで後編ですね。小粒ちゃんとただいまツーリング中です。はい、小粒です。11月4日に福井県にて若狭湾風遊記というツーリングフェスティバルのイベントの中で小粒ちゃんのトークショーがあり、ゲストとしてお招きいただきました。個人的にも旅マスターの小粒ちゃんにお会いしてお話ししたかったので、すっごく嬉しかったです。今日はそのイベントの翌日に一緒にツーリング行きましょうということでコラボをしていただきました。興奮しすぎてオープニングとか全部取り忘れました。ではどうぞ。じゃあ改めてちょっとね、今日は私のはやぶさと小粒ちゃんのモンキー、はい、こちらでツーリングしてるので、ちょっとバイクの紹介してもらおうかなと思います。全然紹介というほどでもないですけどかわいい、私のかわいいかわいい。やっぱこのサイズ感の違いが面白いですね。本当ですよ。なんだこりゃこれをこう乗っけて積載してはやぶさで走れそうなサイズ感なんですけど、モンキーの Z50 2011年式のリミテッドエディションっていう、ちょっとした特別仕様車のモデルですね。ブラックを基調にしてあるタイプのやつです。50cc だったんですけど、これをボアアップしまして中身は 88cc になってます。やっぱ走るとですね非常に 50cc だと不便なことが多くて、もうちょっと30キロ制限と2段階右折がどうしても耐えきれないということでっていうのと、あとはもう自然豊かなところによくツーリングに出かけているので、そうなってくると坂道を登ったり峠を越えたりすることが多くて、ってなったらもうパワーが本当に足りなくてですね、ボアアップをしました。竹川の、よくあるスタンダードなボアアップキットで一緒にお世話になってるバイク屋さんで動画撮りながら組ませてもらったんですけど、それで無事にパワーアップしまして、でもよく言われるのは、結局それするんだったら最初からもう125を買えばよかったんじゃないのって言われるんですけど、大きさが本当全然違うんですよ。大きさが良かったんです。このちっちゃいのが本当に良くて、もう今の125のモンキーって私足つきめちゃくちゃ悪くてもうビッグモンキーなんですよ私からしたら。私はもうどうしても50の車格でパワーアップしてるっていうのがちょうどよくて、このチョイスになっております。はい。またがってもらってもいいですか？私ですね。もうぴったりですよ。こんな。はい。余裕です。余裕です。ちょうどいいです。もうサイズ感がそうなんです。145センチでした。145センチです。今日しかもさらに厚底履いちゃってるんですけど、今日ちょっとはやぶさにまたがらしてもらえるかなと思って厚底に。いいんですか？そう、いつもはモンキーなんで、もうバイクの格好とかじゃなくて、こんななんかラフな感じのもうシューズとか履いて乗っちゃってるんですけど、そうなんですよ。もう本当下ろしてすぐ乗ってけるっていうのでやってるんですけど、ちょっと大きいバイクになんか今日は乗れそうな雰囲気だったんで、すいません、ちょっとはい、失礼します。よいしょ。いや、どうですか？ハンドルにしがみついてる足つきはもう多分この今一番熱いやつ履いて、ギリギリいける気もしないでもないけど怖いなって感じですね。でもどこまでもいけそうです。飛んでいけそう。シート高800ミリなんで、はい、頑張ればいけるですよね。私今の大型免許取ってから試乗してるバイクがシート高800ミリのやつばっかりで、そこが限界値みたいな感じで乗ってるんで、意外と低くてびっくり。いけないですいや、足はついても車格が、いやー、ちょっとこの重さを支えきれる自信はないですね。なんせ今乗ってるのがこんな感じなのでシートとかも変えてるんですかね。これもう全部ノーマルです。最初からはい、可愛いですよね。かわいい。このチェックモデル、カスタムされたのかと思って。もうエンジンボアアップ以外は何もやってなくって全部純正なんですけど、いつもはここに革トランクちっちゃいのを乗っけていったりとかし
してて、ちょっとなんかレトロなのを意識して乗ってるんですけど、ランドセルつけたりとかああいうのが好きでじゃあ今日はこれからはいご飯を食べに行こうと思います。はい、お願いします。お腹空きました。はい、行きましょう。イエーイじゃあ後半戦スタートでお願いします。よろしくお願いします。ちょっと寒くなってきましたね。ね、冷えてきた。せーの。おお。ただのキックスタートを。いやいや、キックすごい。キックすごいです。では、はい、お願いし私ます。がはい運動で、はい。なんか恐縮ですが、いやいや、出発。すごい、小粒ちゃんの後ろ走っとる。いや、見失わないでくださいね。確かにちょっとちっちゃいけどちっちゃいけど大丈夫です。存在感抜群なんで。でもキックなんですね。全然気づかなかったですけど。あ、そうなんですよ。キックスタートなんですよ。キック SR かな、 SR とかでやったんですけど、めちゃくちゃ難しくて。やりました SR とかで。一回友達の試してあ見たことがあるんですけど、はい欠勤って言うんですあっけ？あ、はい。あれで思いっきりすね打っうて、わー、痛いやつ。痛いやつで、しかも一回も成功しないままダメだったんですね。ダメでした。痛い思いだけして。そうなんですよ。でもそれに比べてモンキーはどうですか？全然かかりやすいです。あ、そうなんだ。じゃあ、はい、いいですもうちっね。ちゃいんでうん、余裕ですね。頼もしい。さすがに頼もしいです。頼もしい。ボーっとしてから、はい。初めてかけるときは、はいなんか結構ずっしりというか、ちょっとだけかけるのが重くなったなっていう感覚がああ、違うんですありますね。ね。へえ。気のせいかもしれないですが、どうだろう。でも気持ちね、重たくなってそうな。そうなんですよ。ずっしりとしてる気がしてます。うん。今頑張って必死で流れに乗っておりますので。でもさっき前半で小粒ちゃんの動画撮ってたんですけど、その時は峠道をね走ってたんですけど、全然普通に走ってたから、なんかそんなにその排気量の差は感じなかったですよ。ルリコさんがゆっくり走ってくれたおかげです。いやいや、まあ、峠道はねゆっくり走った方が危なくないですから。そうですね。ちょっとここ結構車でいらっしゃるんで、ドキドキしてます。大丈夫かなと思って。確かに大きい道の方が怖いですね、そういう時は。そうなんですよ。もうこの右未来にはやぶさなって映ってたら、今はもうすぐ左に行きます。ちょっとね、圧がありますもんね、この子ね。圧めちゃくちゃあります。まあでも制限速度でなんか走ってますので、うんうん。大丈夫だと思います。だいぶ風が強い。そうですよね。風強いとさすがに辛いんですよ。ああ、やっぱ抵抗きますか？来ます来ます。ああ、でもなんかちっちゃいけど、ちっちゃいから風も通り過ぎてくれるかなっていうのは、それはない。まあでも、ちょっと軽めのハムとか CBR250RR とかで風に煽られるよりは、なんせスピードが遅いし軽いので、速すぎるみたいなのはないです。物理的に小さいから、まあ道理が出るしすごい。琵琶湖を走っております。海。琵琶湖も海もわからんですよね。見すぎても海です、これは。わかんない。今日本全国回ってるじゃないですか。はい。これは最終的にどういった方向に行くんですか？今は、はい。移住先を探しながら旅をしているっていう感じで、うんうん。なので、いい場所を見つけ次第におやろうかなっていう。なんかいい場所ありました？今、候補がいろいろあるんですけおど、お。そこに行って答え合わせをしているっていう感じで、はい。その候補は聞いてもいいんでしょうか？まずはですね、はい。北は北海道、おお、北海道。あとは、千葉県とか、おお。長野、岐阜、長野、岐阜。うんうん。で、あとは九州のはい熊本、おお。鹿児島鹿児島。っていう感じなんですが、おお。その間ですね、西日本のうん。中国地方とか、はい四国の方とか、
すごい九州っぽさおー、どこら辺がですか？千葉の南房総の方とかはすごく南国感あって、あー、確かに海ですもんね。親近感湧くなっていうので、意外と関東もありなのかなとか思ったりもしてるんですけど、あとは実際住むってなってくると、雪があるのかないのかってすごく大きなポイントになるのかなって思うので、そこが私が雪が降っても夏を楽しんで暮らすことができるのかどうかっていうのをちょっと確かめにこの冬あえて雪の時期に行ってみたいなって。それで答え合わせをするんですね。そうですなね。るほど。確かに、あれですもんね、もともとはその九州出身だから雪はそんなに降らない地域ですもんね。そうなんです。全く馴染みがなくって毎日雪かきから始まる生活っていうのがもう本当に想像できないんですよ。でもやっぱりバイクで走るっていう今までの旅だと、夏のそういう北国の景色っていうのがすごく好きなんですけど、でもやっぱり本番は冬なのかなとそうですよね。ちゃんと知るには、いいとこって言ったらあれだけど、夏だけじゃないですからね。そうなんですよ。だからよく旅合わせて言われるのは、寒い国は寒い時に行って、暑い国はピークで暑い時に行かないと、本当にあそこの良さが分かんないよって言われてるんで、行ってみたいなと。分かって？いや、分かって言われたちゃんと制限速度で走ってますからね。本当ですよね。そうなんですよ。あるあるなんですけど、私このバイクめちゃくちゃちっちゃいんで、制限速度で走って車の流れに乗ってても、なぜかめちゃくちゃ遅いと思われて、すごく追い越しされるっていうのは結構あるあるですね。なんか怖いですよね、それね。そうなんですよ。でも多分言ってると思ったはいいものの、思ったよりスピード出てるんだと思って苦戦されたりとかあれって。そう、やっぱなんか見た目の思い込みというか、これは結構あるのかなと思いました。確かに見た目が本当にちっちゃいから走ってると、今私も普通にちょうどいいぐらいで走ってるんで意外と力持ちだぞって。頑張ってますけどね、これフルスロットルですか？フルじゃないんですよ。違うんですか？まだ余裕があるとそういう風になったら、ちょっと優しめで残してあげてるんですね。優しめでお願いします。いやでも今日はな、リリカさんがはやぶさだから私も大型なんか用意できるのか思ってたんですけど、もし用意するとしたら何ですか？なんか鈴木でいいのがないかな。なるほど、鈴木つながりで。鈴木を？何か気になる車両とかあります？旅をするなら V ストロームとかも結構鉄板ですよね。やっぱそうですよね。今私アドベンチャー系が気になってるので、V ストロームも割と候補に入ってはくるんですけど、でもやっぱり排気量大きくなればなるほどシート高高くなっちゃいますからね。結局250が一番安心というか。そうなんですよ。実は一回 V ストロームの一番大きいやつですかね。渡りに行ったことがありまして。1000いくつとかですか？だったかな。ちょっとごめんなさい、詳しくないんですけど、これが乗れたら多分何でも乗れるよって言われて、バイク屋さんがこう出してきたんですけど、無理でした。さすがに。無理でしたって言って。結構厳しいですね。なるとアドベンチャーはね、結構難しいといったか限られちゃいそうですよね。そうなんです。でもやっぱ旅するには、ああいうアドベンチャーがすごいいいじゃないですか。私も CBR、リアルスポーツバイクにいっぱい積載してずっと旅してたんですけど、ここに来てやっぱり旅しやすいバイクがいいなって思ってましてちょっと気づいちゃったみたいな。もう今更ですけど。でもそうやって皆さんこうだんだん GS とかになっていくんですかね。そうなんだろうなって思いました。本当やっぱ長距離走ってこられる方って大体皆さんそういう走りやすいバイク乗ってるので、そうですよね。そう行き着く先は旅バイクだなと。旅バイク、足つきがいい旅バイク作ってくれって。本当ですよ。
どなたかお願いします。お願いします。抜かされます。あ、抜かされます。意外と早いでしょ。意外と早いでしょ。そんな、ゆうかさんの必死なフォローが聞こえてくるんですけど。意外と田舎の方がスピードが速いことありますよね。めちゃくちゃ早いですよね。速いですよね。びっくりします。北海道もこれで走りに行ったんですけど、ああ、北海道なんて本当に下道が高速道路みたいな感じでみたいしてその時はまだ 50cc だったんで、ああ、もっとじゃあもうちょっとゆっくりだったんですね。そうなんですよ。本当にしんどくてですね、おー北海道を2ヶ月ぐらいこのモンキーで走った結果トラップしました。ああ、なるほど。やっぱ必要だと。はい、さすがに。北海道でもそれで移動するのはすごいな。まあでも長い長距離って一瞬で町から町まで移動っていうのはやりやすかったなっていうのああ、いやいいな。めっちゃ理想ですよ。いただきます。つぶちゃん全国いろんなライフ入ってるじゃないですか。なんかライフのいける基準とかどこまでいけるんだろうって思ってて。そうですよね。ピンキリですもんね。私は、できれば個室が良くて、はいで、まあ、ドミトリーだったら女性専用が基準なんですけど、そのドミトリーってベッドがいいみたいな。ベッドじゃなくてもまあ、なんかカプセルっぽいやつでもいいんですけど、できれば個室の方が嬉しいんですけど、そこしかなかったらしょうがないなっていう感じ。もう私は女性専用エリアがあってくれさえすれば何でもって感じ。少々小汚くても、まあ、雑魚寝でもう隣り合ってても全然 OK って感じです。雑魚寝るとこまだ行ったことなくて、基本ああいうとこって自分の寝具ありきで、そうですね。ですよね。はい、なんか持ってないからまず入れないっていうのもあるんですけど、ちょうど今日泊まったところも基本みんな2000円なんですけど、その寝具を貸すってなったらまたプラス2000円だったんで、なんか寝袋とか持ってった方がいいのかなと思いつつ、そうですね。ライハは基本は持参して来てねみたいなスタイルは多いですよね。ライダーハウスだと。そう。はい。ごめんなさい、めっちゃ。いえめっちゃ美味しいです。チキン南蛮。九州の味。滋賀ですけど。一番人生で初めて最初に一人旅行った時の人生で初めて泊まったライハが北海道のその当時結構有名だったライハでもう今ないんですけど、むっちゃくちゃ汚いところに泊まったんですよね。それまではもうキャンプもしたことないし、もう家のふかふかのベッドでしかそんな寝れないよみたいな女子ですみたいな感じだったんですよ。それをいきなりライハが何なのかも分からず、とにかく安いから学生の時だったんで、なんかすごく安い宿あるって500円ぐらいだったんですよ、その時。結構北海道って昔はもうそういうのが結構多くて、タダとか500円、まあ、高くて1000円みたいな、行ってみたらもうすごいところでそこから一気になんかこう基準がバーンって下がって、最初がそうだったから、そうなんです。そこに比べたらここは帝国みたいな感じで、もう全然知らない人と一緒に寝るみたいなのも行けるようになったんで。その時も男女は別？一緒です？そこも別でした。別なんだ。じゃあ別だったんですけど、女性が来る機会があまりにもなさすぎて、一応女性部屋とは言ってるけど男性部屋の方が綺麗みたいな。そっか。普段使われてないなんかすごい物置小屋みたいな感じのほぼ外みたいなところだったんで、よく行けましたね。最初にその最初のなんか恐怖心なかったんですか？もうなかったです。何もかも分かんないし、何も知らないまんまだったんで、まずその何が何だかが分かんないから行けたっていう、そういう感じですね。未知って怖いですよね。そうなんですよ。最強だけど
いい方向に行けばいいけどみたいな。ですよね。でもそのおかげでなんかいろんなとこ行けるのは、でも参考になります。私、そういうゲストハウスとかね、顔を考えてるんで、自分の基準だと、個室いらないかなって思ってたんですよ。個室なしで作ろうかなぐらいに思ってたんですけど、個室がないとルリ子さんが泊まりに来てくれないんで考えます。欲しいですね。ドミトリーでも男女別だったらいけるんですけどね。絶対作るなら女性専用部屋はもう絶対いると思ってるので、なんかドミトリーもただの2段ベッドじゃなくて、もっとカプセルっぽく仕切りがこう四方にあるようなやつとか、すごい過ごしやすかったんで、そういうのが作りたいなって思って。いいですね。それだったらギリいけます。なんかそう、天草の方に対談ハウス兼ゲストハウスみたいなところがあって、すごい新しいところだったんですけど、そこで最初個室を取ってたんです。で実際に行ってみたら、なんか快適すぎてめちゃくちゃ綺麗で、そのドミトリーも2段ベッドとかじゃなくて、そのカプセルホテルみたいな感じで、逆にそっちの方が楽しそうで、個室をやめてこっちにしますって言って、本当ですか？そう初めてそれでなんかそういうとこ入ったんですけど、全然いけるじゃん。それはでも男女とかなかったんですよね。でもいけたんで、やっぱそのプライベート空間があれば、ちゃんと壁だし、カーテンだしとかで、そうプライベートも守られてたんで、楽しそうだなってめっちゃ。私あれがすごい好きなんですよ。バイク旅で遠出するときに乗るフェリーのツーリストルームのカプセルっぽいところあるじゃないですか。あれがすっごい好きで、ああいう部屋を作りたいんです。めっちゃ落ち着きますよね。なぜか。ね、落ち着きますよね。私もいつもあそこ選んじゃいます。いいですよね。旅行くぞ感がすごいあって、別に狭くてもそれが落ち着くし、ちょっとたまに頭ぶつけたりするけど、とか言って。いやじゃあそれを作ったら来てくれるということで、できます。頑張ると綺麗なとこ作る。ここに作ると。はい、というわけで今日はこつぶちゃんと一緒にツーリングをさせていただきました。ありがとうございました。めっちゃ喋りました。はい、本当全然回ってない人でずっと喋ってました。はい、ね、やっぱり同じ感じのことをしているので、とても会えてよかったです。こちらこそです、本当に。ありがとうございます。こつぶちゃんファンすいません。独り占めしちゃった。ありがとうございます。すいません。では前半のこつぶちゃんのをぜひ見てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。Wow, when you're away, do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you?